最近流行りつつあるイヤーカフ型イヤホン。今回は大注目の5製品を徹底比較しました。どうも、ささんです。今回はですね、最近どんどん人気が高まってきているイヤーカフ型イヤホン5製品比較レビューしていきたいと思います。今ね、最もシェアが高いイヤホンっていうのはやっぱりカナル型イヤホンだと思うんですよ。カナル型はですね、耳につけた瞬間、ある程度外部の音を遮音してくれて、さらにノイズキャンセリング機能ついているものがほとんどなので、例えば乗り物で移動している時なんかも快適にね、音楽楽しむことできるんですけども、ただね、カナル型っていうのはその遮音性の高さゆえにね、長時間使うと耳が疲れてきたり、蒸れてきたりっていうこともあるので、そういった時にね、イヤーカフ型イヤホンとても便利なんですよ。オープン型イヤホンなので、つけててもね、外部の音っていうのは全く遮音しないし、耳の穴も塞がないので、すごくね、快適なんですよね。僕はね、家で仕事しながら、ながら聞きとかよくするので、普段からめちゃくちゃ重宝してるんですよ。で、今回はですね、僕がもともと持っていたものに加えて、以前から気になっていたものも買い足して、全部で5製品のね、比較レビューということでやっていきます。で、最初に言ってしまうとですね、やっぱりどの製品も一長一短あるんですよ。値段も違えば機能も違うので、ぜひね、ご自身の用途に合ったものをお選びいただけますと幸いです。今回紹介する5製品については、動画の概要欄に載せている Amazon ストアフロントのリンクにね、全てまとめてますので、そちらからぜひチェックしてみてください。それでは早速やっていきましょう。はい、というわけで早速やっていきたいんですが、今回比較レビューするのがこちらですね。BOSE、SHOX、ファーウェイ、アンカー、ベーサスのね、5製品となってます。じゃあまずはこちらの表を見ながらですね、スペック見比べていきたいんですけども、こちらの表にはね、価格載せてません。時期によって価格に変動があるので、実際の価格についてはですね、概要欄のリンクからチェックしていただきたいんですけども、一応ですね、僕がこの動画を撮っている時点で値段が高い順に左からね、この表並べております。この表を見てわかる通り、やっぱりそれぞれね、対応しているコーデックだったりとか、バッテリー容量とか、そういった部分っていうのは違いがあります。例えばですね、SHOXで言うと、イヤホン単体の使用時間がですね、最大10時間となっているので、一番ね、長時間使えるとか、操作方法なんかもですね、物理ボタン式もあれば、タッチ式のものなんかもね、あるんですよ。で、イヤホン本体の重量に関してはですね、どれもそこまで大きな違いっていうのは、ないですね。後でね、付け心地についても、言及したいなと思ってます。で、複数のデバイスで使う上で非常に重要なマルチポイント。これはですね、今回の5製品すべて、対応となっております。じゃあ軽くそれぞれ本体ね、見比べてみたいと思います。まずこちら、BOSE ウルトラオープンイヤーバッツなんですけども、こういった感じですね。なんかパッと見ね、イヤーカフ型イヤホンという感じでも、ないかもしれないんですけども、耳につけてみると、カナル型とは全然違ってね、こう耳の穴を塞がないので、すごく開放感のある、つけ心地となってますね。で、さっきのスペック表にも載せてたんですけど、こちらはですね、カラーバリエーションがなんと10色展開なんですよ。僕はですね、今回ブラック購入したんですけども、結構変わった色とかもあるのでね、ぜひチェックしてみてください。はい、次にこちら、SHOX のオープンドッツ1という製品ですね。中身がこんな感じになってます。サイズ感的にはね、若干大きめかなっていう印象は受けましたね。耳につけてみると、こんな感じになってます。ちなみに SHOX は自動装着検出に、対応している製品っていうのと、あとですね、これイヤホン本体に LR の記載がないんですよ。他の製品基本的にあるんですが、これなんでかっていうと、左右をですね、自動的に認識してくれるんですね。右側のやつを左に入れたり、左側のやつを右側に入れたりしてもね、大丈夫なんですよ。これ結構ね、嬉しい機能ですよね。はい、3つ目がファーウェイフリークリップ。これ結構イヤーカフ型のね、元祖と言っていいようなね、初期の頃に出た製品なんですけども、未だにね、非常に人気ということで、僕もね、一番最初に買ったイヤーカフ型イヤホン。デザインはですね、こんな感じになっていて、つけるとこんな感じですね。パッと見ね、本当のイヤーカフのような、アクセサリーっぽい雰囲気があって、これがね、結構好きなんですよね。で、こちらもですね、SHOX と同じく自動装着検出とか、あとはですね、左右の自動認識っていうのも対応してるので、しまう時もね、つける時も楽ちんになってます。はい、4つ目がアンカーの製品ですね。こんな感じ。なんか見た目としてはですね、ちょっとゲーミングっぽい雰囲気があるような気がしますね。どうでしょうか。耳につけるとこんな感じですね。ちょっと存在感はあるかもしれないですね。このね、カーブしている棒状の部分が結構広いね、面積になってるので、こんな感じ。割とシンプルめな、見た目になってるんじゃないかなと思います。で、最後こちら、ベーサスの M
2C1 Proっていう製品ですね。これね、先日実はレビュー動画、出させていただいたんですけども、今回の中では一番ね、低価格な製品となってます。耳につけるとですね、はい、こんな感じですね。これは割とね、すっきりめというか、ここの棒のとこもね、細くなってるので、イヤーカフっぽいね、見た目になってます。はい、次につけ心地について、やっぱりイヤーカフ型イヤホンは長時間つけたままね、ながら聞きとかで使うこと多いと思うので、ここがね、最も重要と言っても過言ではないポイントだと思うんですよ。で、今回の5つ使い比べてみたんですけども、一番ね、つけ心地いいなと感じたのは、こちらですね、BOSE のウルトラオープンイヤーバッツ。これね、イヤホン単体の重量としては、この中では、若干ね、重めではあるんですけども、あんまりね、気にならなかったですね。で、なんでね、これつけ心地いいのかというと、このね、カーブの部分がもう本当にめちゃくちゃね、柔らかいし、こんな感じ、バインバインいくぐらいのね、柔らかさなんですよ。で、つけた時のね、締め付けっていうか、挟み込む強さもですね、非常にソフトで、それでいてね、落ちたりとかしないんですよね。これによって長時間つけててもめちゃくちゃね、快適になってます。マジでめちゃくちゃいい。で、つけ心地2番目がショックスですね。これもですね、なかなかつけ心地が良くてですね、この耳に当たる部分に、シリコンのね、カバーというか、樹脂じゃなくてこういう感じの素材になってるので、これも長時間つけてても、痛くなりにくいです。どっちかというとやっぱ BOSE の方がね、挟み込みソフトではあるんですけども、ショックスもね、結構悪くないですね。で、3番目がですね、これ同じくらいだなと思ったんですけども、これがファーウェイとベーサスですね。まずファーウェイはですね、これ本体にシリコンとかね、全くないんですよ。耳に当たる時にね、柔らかい素材が当たってくれるっていうわけではないんですけども、幅がちょうどいいし、あとね、このカーブ部分、これもね、すごく柔らかいので、長時間つけててもね、結構ソフトで快適なんですよ。で、ベーサスについてはですね、これ耳に当たる部分、ここですね、これポコッと膨らんでますよね。これがシリコンになっていて、耳に当たった時にね、すごく優しくね、挟み込んでくれるっていう感じなんですよ。ただこのワイヤーはですね、他の製品に比べて、若干硬めではあるので、ファーウェイと同率3位っていう感じになりました。で、つけ心地最後アンカーですね。これもね、別につけ心地悪いっていうわけではないんですけども、他のやつがね、非常に良かったんですよ。これも若干このカーブの部分が他よりもね、若干硬いっていうのと、あとこの幅がですね、あんまり広くなくて、若干こう挟み込む力っていうのは、強いのかなと感じました。一応ね、今回の中で、このアンカーのね、サウンドコアエアロクリップだけが、イヤーカフキャップっていうのが、付属してるんですよね。それがね、ちょっと柔らかい素材なので、好みに合わせて、使ってあげてもいいのかなとは思うんですけども、一応こういう順位になっております。はい、そして続いてもね、非常に重要な音質についてなんですけども、これもね、この中で言うと、BOSE一番良かったですね。正直音質ね、この中で言うと頭一つ抜けてるなっていうぐらいね、めちゃくちゃいいなと思いました。音の解像感だったりとか、音場の広さっていうのもそうですし、こう音のね、厚みというか、すごくね、豊かなサウンドに聞こえるんですよ。もちろん他のイヤホンも音質いいんですけども、この中で言うとね、ちょっと BOSE圧倒的だったなっていう感じです。で、音質2番目がこちら、ファーウェイですね。こちらもですね、すごく音が良くて、めちゃくちゃね、クリアで、解像感高いんですよ。ただ、低域の力強さっていうのはもう一声欲しいなっていう感じで、そこはね、BOSEに軍配が上がるかなと思ったんですけども、ファーウェイもね、音質重視の方でもめちゃくちゃ楽しめる製品に仕上がってると思います。これさっきも言った通りね、イヤーカフ型イヤホンで最初の頃に登場したものなんですけども、その段階でね、めちゃくちゃクオリティ高いんですよ。これがね、さすがファーウェイっていう感じですよね。で、3位がこちら、アンカーのサウンドコアエアロクリップですね。こちらはですね、低域から高域までのバランス非常にいいんですけども、解像感とか音のクリアさで言うと、BOSEとファーウェイに譲るかなっていう感じ。価格差もあるのでね、そこはしょうがない部分ではあるんですけども、ただ全体的な性能っていうのは高いので、その辺のバランスはいいなと思いますね。今回の中で言うと3番目という位置づけ。で、音質4位がこちらですね。ショックスのオープンドッツ1なんですけども、これはですね、正直アンカーとほとんど同等ぐらい、どっちかというとアンカーの方がね、個人的には好みかなっていう感じ。これもですね、音質自体はいいんですけども、解像度がちょっと一段ね、BOSEファーウェイに譲るかなっていう感じで、アンカーと聞き比べると、若干アンカーの方がいい気がするけど、ほとんど同等っていう感じです。
で、最後音質で言うとね、やっぱりベースアス。この製品ね、本当に値段が安いので、そこはしょうがないかなっていう感じ。解像度や広がり、高価格帯のイヤホンに比べるとね、ちょっと譲りはするんですけども、ただベースアスのイヤホンってね、日本人の声を聞き取りやすくするっていうチューニングにね、特化してるんですよ。音楽視聴に使うっていうのももちろんいいんですけども、例えばラジオとか、ポッドキャストみたいな音声コンテンツの視聴にね、適したイヤホンになってるんですよね。それで言うとね、全然ありだと思ってます。はい、じゃあ設定アプリについてもね、軽くご紹介したいと思います。今回ね、5製品あるので駆け足でいきたいんですけど、まず BOSE のアプリですね。今 Android に、接続している状態。こちらが設定画面なんですけど、すごく見やすくね、直感的に操作できるなと思いました。もちろんイコライザーの切り替えっていうのも対応していて、最初からね、低音とか、高音とか、逆にね、低音減衰とか、そういったこともありますし、自分でカスタムしてね、好みに合わせて音楽楽しむということもできます。で、イマーシブオーディオっていうのもね、これ対応してるんですよ。簡単に言うと空間オーディオみたいなね、機能になってますね。正直僕はですね、こういう機能あんまり使わないんですけども、例えば映画をね、このイヤーカフ型イヤホンで楽しむとかという方はね、結構おすすめの機能かなと思います。ただ、イマーシブオーディオを使うとですね、バッテリーの駆動時間が結構短くなってしまうので、そこはね、ご注意ください。はい、続いてこちら、SHOX ですね。こちらがね、設定画面なんですけども、SHOX はですね、ドルビーオーディオ対応してるんですよ。これも空間オーディオみたいなやつで、映画とか見るという方におすすめ。イコライザーもね、もちろん設定可能になってますし、マルチポイントも対応してるので、ここでね、設定可能になってます。僕はね、今 Android でしか使ってないので、マルチポイントね、オフにはしているんですけども、使う方はね、オンにしてデバイス追加することでね、シームレスな切り替え可能になってます。で、タッチ操作のカスタマイズっていうのもできますし、自動装着検出のオンオフ、あと通話中のね、マイクノイズキャンセリングのオンオフっていうのも可能です。はい、3つ目がファーウェイフリークリップですね。ファーウェイもね、アプリから、マルチポイントのね、デバイスの設定っていうのが可能になってますし、接続先をね、手動でこうやって切り替えるってこともアプリから可能になってます。で、サウンドについてもですね、一応こんな感じで、イコライザー用意されてはいるんですけども、カスタムプリセットっていうのはね、自分で作ることできないんですよ。そこはしょうがないですね。で、操作のカスタマイズとかも、もちろんね、対応してます。はい、4つ目がアンカーエアロクリップなんですけども、アンカーはですね、特に見た目シンプルですよね。まずね、サウンドエフェクト、イコライザーをですね、こうやって切り替えられるし、自分でね、カスタムするということも可能になってます。コントロール方法についてもね、こちら一応ね、カスタムできるようになってますね。で、マルチポイントの設定だったりとか、イヤホンを探すっていう機能も使うことできると。はい、最後こちら、ベースアスですね。こちらアプリの画面なんですけども、イコライザーをね、自分で切り替えたりカスタムすることできますし、で、バスブースト今オンになってるんですけど、これデフォルトなんですよ。自分でね、僕がオンにしたわけではなくて、最初からオンになってます。これオンにしても低音域強すぎるっていうこともなくてですね、結構バランス良かったんですよ。なので最初からオンなのかなという感じ。逆にね、オフにすると結構低域のね、力強さが落ちてしまうので、あとは低遅延モードの設定とか、操作の設定とかね、可能になってます。で、ここでイヤーカフ型イヤホンの注意点なんですけども、やっぱりね、オープンタイプなので、基本的にね、ノイズキャンセリングに対応している製品っていうのはないんですよ。冒頭でも言ったんですけど、カナル型イヤホンであれば、耳につけた瞬間ね、ある程度耳栓効果というか、外部の音遮音してくれるし、ノイキャンもあるので、ノイズをね、がっつり抑えてくれるじゃないですか。イヤーカフ型イヤホンはですね、耳につけても外部の音全く遮音しませんし、ノイズキャンセリングっていうのもないので、うるさい環境でがっつり音楽を楽しむっていうのには向いてないんですよ。で、さらにですね、これは耳を塞がないので大丈夫なんですけど、外音取り込みっていうのもありません。その2点だけね、ご留意ください。じゃあ最後にこちらの5つのイヤホンでマイク音質比較して終わりにしたいなと思います。はい、マイクテストです。BOSE ウルトラオープンイヤーバッツのマイクで iPhone のボイスメモで音声を録音しております。音質はいかがでしょうか？はい、マイクテストです。こちらは SHOX Open Dots 1のマイクで iPhone のボイスメモで音声を録音しております。音質はいかがでしょうか？はい、マイクテストです。ファーウェイフリークリップのマイクで iPhone のボイスメモを使って音声を録音しております。音質はいかがでしょうか？はい、マイクテストです。アンカーサウンドコアエアロクリップのマイクで iPhone のボイスメモを使って音声を録音しております。音質はいかがでしょうか？はい、マイクテストです。ベースアスボーイ MC1 Pro のマイクで iPhone のボイスメモを使って音声を録音しております。音質はいかがでしょうか？
はい、こちらは BOSE ウルトラオープンイヤーバッツのマイクで、駅改札付近の雑音を流しながら音声を録音しております。先ほどと比べて音質はいかがでしょうか？はい、ショックスオープンドッツ1のマイクで、駅改札付近の雑音を流しながら音声を録音しています。音質はいかがでしょうか？はい、ファーウェイフリークリップのマイクで、駅改札付近の雑音を流しながら音声を録音しています。音質はいかがでしょうか？はい、こちらはアンカーサウンドコアエアロクリップのマイクで、駅改札付近の雑音を流しながら音声を録音しています。音質はいかがでしょうか？はい、ベースアースボーイ MC1 プロのマイクで、駅改札付近の雑音を流しながら音声を録音しています。音質はいかがでしょうか？はい、いかがでしたでしょうか。マイク音質ね、結構好み分かれる部分かなと思うんですけど、やっぱりね、Bluetooth のイヤホンのマイク音質って基本的にそこまでいいものってないんですよ。ゲームをやりながら長時間友達とね、ボイスチャットでコミュニケーションを取りたいとか、そういった用途ではね、そこまで向いてるっていうものではないんですけど、普通に通話するぐらいであればね、どれも全然問題ないかなと思います。はい、という感じで今回はね、今人気になりつつあるイヤーカフ型イヤホン5製品の比較だったんですが、いかがでしたでしょうか？本当にね、どれも一長一短あるし、価格もね、結構違うんで、一概にね、これが最強とかっては、言いにくいんですけども、個人的にはね、音質重視するんだったら、BOSE とか、見た目ね、アクセサリーっぽい雰囲気が欲しいのであれば、ファーウェイみたいなね、価格と性能のバランスを重視するならアンカーとか、そういう感じで選ぶのもね、結構ありなんじゃないかなと思います。繰り返しにはなるんですけど、動画の概要欄にね、僕の Amazon ストアフロントのリンク載せてありまして、そちらにね、今回の5製品すべてまとめてますので、欲しい製品、気になった製品はぜひそちらからね、チェックしてみてください。こんな感じで私さん普段からガジェットレビュー動画たくさんアップしてますので、もしよろしければチャンネル登録と高評価で応援していただきますと嬉しいです。それでは次回の動画でまたお会いいたしましょう。バイバイ。